こんにちは、ゆっくりレ夢ムです。ゆっくりマリサだぜ。今回は、元レーサー太田哲也氏の経歴と、大事故となった1998年全日本 GT 選手権第2戦について解説するぜ。このチャンネルではできる限り、3D の再現 VTR を使って、当時の状況をわかりやすくお伝えしています。ゆっくりしていってね。太田氏は1959年生まれ、群馬県出身だ。父親の勧めで大学に進み、税理士を目指した。大学卒業後、税理士資格の取得まであと少しだったが、勉強を進めるにつれ税理士としての一生に違和感を持ち始め、レーサーを志した。生まれたってのレーサー、みたいな環境じゃなかったのね。ああ。初めてサーキットに行ったのも20歳になってからだ。富士スピードウェイで、知人が参加するレースを裏方として手伝った。そうやってレース関係者との交流を深めるうちにレースの世界に魅了されていった。なお両親の説得は難しく、家で同然で家を飛び出した。まあ普通の親だとそうよね、どうしても。今は YouTuber がそんな感じよね。子供になって欲しくない職業ナンバーワンらしいわ。寝る間を惜しんでバイトを入れ、足りない分は借金した。そして1982年にレースデビュー、1984年にはフォーミュラカーで地方の FJ1600 選手権に参戦する。ここからは異例の速さでステップアップしていく。1985年には FJ1600 で年間チャンピオンになった。1986年には全日本 F3 選手権にデビュー。準優勝やポールポジションの獲得など、活躍した。翌1987年にはもう日本最高位の全日本不参戦選手権への出場を果たした。そして1989年、マツダの史上4人目となるワークスドライバーとなる。自動車メーカーの契約ドライバーになっちゃうなんて、もう頂点極まったって感じね。そんなに速いドライバーだったの？太田氏の自己分析によると、単に自分より速いドライバーは大勢いたようだ。ただ、マシンの癖を掴んで改善する能力だったり、チームメイトとの共闘意識、高額なマシンを預かる責任感などが認めてもらえたのではないか、としている。マシンは絶対壊さないようにしていたらしい。勝てないレースで無理はせず、勝てるレースで勝つ。そういった姿勢が自動車メーカーの運営方針とマッチしたのかもしれない。そして転換期は1991年に訪れた。F3000 のレース中に親指を骨折してしまった。レースは片手で完走したが、以降のシーズン後半のレースは危険となった。また、同時にバブル崩壊がやってきた。どのチームも広告収入が激減し、マツダはモータースポーツから撤退してしまった。太田氏はマツダ以外のチームとも契約していたが、残らず撤退してしまい、太田氏はドライバーのシートを全て失ってしまう。急転直下すぎる。困った太田氏を見て、解散したチームのオーナーだった金子誠氏は、太田氏に自動車雑誌のライターの仕事を勧めた。マシンの挙動を鋭敏に捉える太田氏の眼力が生き、特に試乗機がヒットした。マシン性能を限界までテストしたティーポ氏の限界インプレッションが人気となった。次の転機は1993年だ。すっかりライターが板についてきた頃、マツダワークス時代の元チームメイトから、ルマン24時間レースに出ないかと誘われた。チームはフェラーリのプライベートチームだ。これが太田氏とフェラーリとの出会いでもあった。太田氏はルマンのコースを走るのは初めてだった。コース長は約13キロと長く、コースを覚えるだけでも大変だ。だが太田氏は予選で好成績を収め、決勝へ進出した。なお、ルマンでフェラーリが日本人ドライバーを起用したのは史上初のことだった。ちなみにこの1993年のルマンは決勝直前のウォームアップ走行で他チームから追突され、決勝レースを走ることなく終わってしまった。以降も執筆活動をしながら毎年フェラーリでルマンに出場した。1995年にはカー・オブ・ザ・イヤーの選考委員に選ばれるなど、ジャーナリストとしても成功した。税理士になってたら埋もれてたと思うと、ほんと人生ってわからないわね。以降、フェラーリとの付き合いはどんどん濃密になっていく。新型車のテストやフェラーリレーシングスクールの講師も任されるようになった。次第に太田氏は、圧倒的スポーツ性能を謳うこの市販フェラーリが、日本においてレースの舞台で活躍していないことを歯がゆく感じるようになる。レースでフェラーリの名前ってよく聞くけど、走ってないの？フェラーリはあくまで F1 を最重要視しており、市販車ベースのレースは積極的に参戦していなかったんだ。そして1997年、太田氏はルマン参戦を打ち切り、とうとう自身でチームフェラーリクラブオブジャパンというレースチームを作った。資金は企業相手に広告主を募る通常のやり方はあまりせず、主にフェラーリ愛好家から資金援助をお願いして回った。ドライバーは太田氏と、ルマンを一緒に戦ったアンダース・オロフソン選手。チーム監督は金子誠氏だ。金子誠さんって、太田選手が駆け出しの頃のチームオーナーで、ライターの仕事も斡旋して、
ここでも監督を務めてたのね。素晴らしい付き合いね。マシンは1994年に発表されたフェラーリ F355 だ。レーシングカーとして改造し、1997年の全日本 GT 選手権にフル参戦した。限られた資金、時間、そして F355 の改造経験がない中で、市販車を完璧なレーシングカーに改造するのは難しい。第一戦はビリからのスタートだった。しかしレースを重ねるごとにマシンを改良していき、なんと1997年11月16日、モテギのレースでとうとう優勝した。運営資金はほとんどマシンにつぎ込んでおり、皆ボランティアのような給与で働いていた。苦労が実った瞬間だった。そしてチームフェラーリクラブオブジャパンの2年目が始まる。1998年3月の第1戦、鈴鹿サーキットは残念ながら7周でリタイアとなった。次の第2戦は富士スピードウェイだ。ここからが動画の本題的な部分だぜ。よろしく頼むわね。まず1998年5月2日土曜日、決勝レースのスタート位置を決める予選だ。この日は大雨だったが、レーンタイヤの選択を誤ったらしく、23台中10位だった。この結果は不本意だったが、チームは雨のレースに自信を持っていた。ちょうど1年前も同じレースを雨の中走り、17台を抜いて4位で入賞していた。翌5月3日の決勝レース当日、やはり大雨だった。にもかかわらず4万8000人の観客が来場していた。9時半からのフリー走行時は一時的に雨が止んでいたが、14時10分の決勝レーススタート時は土砂降りだった。45台が予選順にスターティンググリッドに並び、フォーメーションラップがスタートした。先導車を先頭に低速で数周し、ホームストレートでグリーンランプが点灯したタイミングで走行状態のままレースがスタートする決まりだ。大田市のフェラーリ F355 は先頭から31台目に位置していた。あれ？予選10位だったんでしょ？ 10 番手で走ってるんじゃないの？予選10位はあくまで大田市が参加していた GT300 というクラス内の話だ。このレースは、GT500、GT300 という性能の違う2クラス分のレースを1回でやる仕組みになっている。そのため性能の高い GT500 クラスのマシンが予選上位を占めており、大田市は31番手からのスタートで、それは GT300 クラスで見ると10番手、ということだ。フォーメーションラップはコース中盤まで問題なかった。しかしダンロップコーナー通過後、これまで一定速で走っていた先導車が加速し始めた。なんで？この時もう一周するよう中村競技長から無線で指示があったようだが、加速した理由は不明だ。天候が悪化する前になるべく早くスタートさせたかったのかもしれない。最終コーナーを回ってホームストレートに入った時点で時速120キロ、コナミブリッジ通過時が最も速く、時速150キロ出ていた。後に続く45台も遅れまいと加速した。加速する先導車を見て、選手たちはもうすぐスタートかと思ったが、先導車は退避せずそのまま時速150キロで隊列を先導する。時速150キロで走るマシンは後続に熱い水しぶきを作った。後ろになればなるほど水しぶきは熱く、選手たちは前方の状況がわからず混乱した。やがてストレートの終わりにある第1コーナーが近づくと、先導車は減速した。後続車も続けて減速するが、前車より反応が遅れるため後続になるほど急ブレーキになった。前が水しぶきで見えない状態での急ブレーキって、怖すぎる。ここで第一の事故が発生する。20番手星野薫選手のポルシェに、21番手砂子選手のポルシェが追突した。マシンは大きく破損し、それぞれコース両サイドに吹き飛んだ。ポルシェの後ろの数台は急ブレーキをかけながらクラッシュしたポルシェをなんとかかわした。もうその後続は本当に大混乱しており、大変危険な状態だ。1、前方の隊列が激しく乱れているがなぜかわからない。クラッシュに気づいていない。2、そもそも激しい水しぶきで少し前のマシンのテールランプぐらいしか見えるものがない。3、というかストレート前に加速が始まった時点から混乱している。加速をレーススタートと勘違いしてしまっている。または、そういった勘違いした車が突っ込んでくるのではと後ろに気が入っている。4、一部のマシンは時速150キロどころか、200キロほど出ている。大田市のマシンも、なんで先導車より速度が出てるの？前のマシンが加速してるな、と気づいてから自分のマシンのアクセルペダルを踏むわけだが、その間に開いた距離を取り戻すには前のマシンより速く走る必要がある。それを後続がどんどんやっていくと後ろの方は自然とかなり速くなってしまう。大田市は前方に複数のブレーキランプが点灯しているのがかすかに見えた。このままだと追突する。ブレーキを強く踏んだ。だがブレーキは間に合いそうにもなく、衝突を避けるには減速しつつマシン自体を蹴る必要があった。隊列は1コーナーに備えて左寄りを走行中だ。
コース右側は本来ガラ空きのはずだが、太田市同様衝突を避けたマシンがすでにいて入り込む隙間はなかった。残っているのは左側の芝生エリアしかなく、太田市はハンドルを切って飛び込んだ。選択肢はなかった。しかし芝生エリアには追突事故で飛ばされたスナコ選手のポルシェがいた。芝生エリアに入った時点では水しぶきで全く見えていなかった。ここで第2の事故が発生した。太田氏はせめて正面衝突を避けようと車体をスピンさせた。マシンは横滑り状態となり、運転席とは反対のマシン右ドア部からポルシェに激突した。激突の衝撃でポルシェのガソリンタンクが弾け、大爆発を起こした。フェラーリは満タンだったポルシェの燃料の一部をかぶり、炎上しながら弾き飛ばされた。そして惰性でコースを横切り、ようやく停止する。なおポルシェも炎上したがスナコ選手は自力で脱出できた。フェラーリは炎上したまま、太田氏は出てこない。最初に駆けつけたのは運営ではなく、太田氏の数台後ろを走っていた山地選手だ。山地選手はフェンス裏の消火器を使って消火を始めた。フェラーリの衝突、炎上から47秒が経過していた。20秒ほどでフェラーリは鎮火し、直後にようやくレスキューカーが到着した。あまりの遅さに山地選手はこのレスキューカーを蹴り飛ばした。運営によって太田氏がまだ熱いマシンから救出されたのは事故から1分24秒後のことだった。なお、搬送も遅かった。搬送車両の到着は事故から1分53秒後、太田氏を乗せ、医務室へ出発したのはさらに1分半後のことだ。車内に1分24秒もいたのね。山地選手、完全に命の恩人ね。なおレースは当然、一時停止となった。だがこれだけの事故が起こっても完全な中止とはならない。再開予定との運営の方針に従い、選手観客は再開を待った。一時は開始30秒前のボードまで出されたようだが、霧が濃くなる一方だったためレースはようやく中止された。チケットは後日のレースに振り替えて使用できた。一方、太田氏とスナコ選手は医務室での応急処置を終えると御殿場市内の病院に搬送された。スナコ氏は右足を粉砕骨折する重傷だが命に別状はない。当初、太田氏の容体に関する情報はバラバラだったようだ。レースのアナウンサーは、命に別状なしと話している。そして医師から太田氏の家族には助かるかは五分五分、チーム監督の金子氏には大変厳しい。なお診断は3度熱傷、範囲 40%。治療の過程は省くが、医師の懸命な治療により命は助かった。その後も20数回にわたる手術、リハビリなど数年かけての治療が続いた。右手足や視力に障害は残ったものの、太田氏本人の忍耐や家族の助けにより、徐々に回復した。事故からちょうど1年後の1999年5月3日、事故以来初めて運転席に座り愛車のアルファロメオを運転した。その翌年には筑波サーキットの走行、2001年7月には岡山のサーキットで観客1万4000人の前でフェラーリを運転し復活を示した。以降もレースへの参加やレーシングスクールの運営、講演会開催など、以前にも増して精力的に活動している。サーキットで運転できるようになるまで回復するなんて本当に良かったわね。ただ太田氏の戦いは治療や社会復帰だけではなかった。事故から1年半後、運営が作成した事故報告書が開示された。この報告書を読んで太田氏は衝撃を受ける。事故原因は太田氏の追い越し禁止違反、見切りスタートであるとされた。直線で猛加速した先導車にも触れていたが、事故原因とは言い難いとの言い回しだ。他にも、消化したのが山地選手ではなく救急隊員になっていたりと、事実に反すると思われる記述が多くあった。当時太田さんは話を聞ける状態じゃなかったと思うけど、他の選手に聞けば何が悪かったかすぐわかりそうなのにね。山地選手が消化した話も書かれないって、おかしいでしょ。この報告書を作成するにあたって、選手への聴取は一切行われなかったんだ。主催者側に都合よく書かれているように感じられた。太田氏はかなり悩んだ末に、1999年11月、運営側に対し治療費や慰謝料、障害に対する将来的な逸失利益を求める損害賠償請求の訴訟を起こした。裁判が終わったのは2005年7月だ。太田氏の主張が概ね認められ、富士スピードウェイやテレビ東京などは太田氏へ約9000万円を支払うことで和解が成立した。主な争点と、それに対する裁判所の判断は次の通りだ。1、事故原因について、時速150キロ前後の高速で走行した先導車が原因。後方の集団はそれに追いつこうと高速度に加速し、逆に先頭集団は1コーナーに備えて減速を始め、衝突した。2、救護の遅れについて、ドライバーは火災発生後30秒で窒息死に至る危険が高いが、30秒以内に消火、救出を行う体制は取られておらず、運営に落ち度がある。3、誓約書の有効性について、レース開始前に、
大田氏を含む全選手が、運営にいかなる不手際があろうと損害を請求しないとする誓約書を運営に提出している。この誓約書を提出しないとレースに参加させてもらえないから、選手は書かざるを得ない。誓約書は、運営がレース開催で利益を得る一方で、選手の損害の責任は負わないとする、運営の立場の強さを利用したあまりに一方的、不公平なもので無効、とされた。なお一部だが、大田氏の過失も認定された。大田氏のマシンが時速約200キロという速度を出すに至った状況について、全責任が先導者にあるとは言えず、速度がもう少し遅ければ事故を回避できた可能性があるとされ、請求の4割が減額された。白黒はっきりしてよかったわね。なお事故後の代表的な対策として、FRO、ファーストレスキューオペレーションの創設がある。真っ先に選手の救出や障害物の撤去を行うためのチームだ。とにかく最速で現場に急行するために、まだ高速で走ってるマシンがいる状態のコースに飛び込む。そのため運転は専任のプロドライバーが行う。FRO が出動してるの見たことあるけど、こういう経緯があったのね。今は当たり前にある体制も、昔はないのが当たり前で、事故の教訓として生まれたものもあるんでしょうね。以上、今回は元レーサー太田哲也氏の経歴と、1998年に起こった全日本 GT 選手権第2戦の大炎上事故について解説させてもらったぜ。最後まで、ご視聴ありがとうございました。これからも過去に起こった大事件を 3D の再現 VTR 付きで解説していくので、よかったらチャンネル登録と高評価をお願いいたします。また見てね。